でん、炭酸水ですね。よいしょ。完成しました。アメリカザリガニの味噌汁。皆さんこんばんは。今日は夜の水路にドブの伊勢海老を取りに来ました。水辺はね、昼間来るのと夜に来るのと全然違うので面白いですよ。あ、いましたね。エビの仲間は夜にね、ライトで照らすと目が光るのでめっちゃわかりやすいです。こいつらを捕獲するのはね、鬼簡単なんですけど、でん、エビ針。今日はあえてね、釣りで釣っていこうと思います。基本的にはね、長エビと一緒だと思うんですよね。所詮エビなんで。餌なんですけど、ここにいるエビちゃんを使います。よし、捕まえた。こいつですね。かわいそうなんですが、締めまして、で、これを針に、よいしょ、かけて、余分な部分はね、ちぎっちゃいましょう。エビ釣りではね、あんまり餌がでかいと針にかかんないんですよ。じゃあ、これで釣ります。あ、さっき見たやつ。あ、食った。ふい、あれ、すっぽ抜けた。でもまた食う。あれ、抜けちゃった。ピシッ。お、釣れた釣れた。あ、食いましたよ。合わせたらかかるかな。あ、釣りの方が取るの難しいとこある。今度はめっちゃ待って、うわ、でかっ。待って、マッカチール、マッカチール。自分の地方ではね、でかい真っ赤なザリガニのことをマッカチンって呼んでます。いいか。食った食った食った。うわ、逃げられたな。おお、釣れた釣れた釣れた。釣れたけど、絶対手で取った方が早い。1匹目、手で捕まえてきます。うわ、ゴキブリだ、ゴキブリ。昔ね、この辺にね、ゴキジェットを持ってね、練り歩くおばあさん、通称 GBAA がいたんですよ。目に入る生き物全部殺してって行かれてたんですよ。みんなそのこと絶対しちゃダメですよ。目障りだからって生き物を殺しちゃ。何勝手に血吸ってんのてめえ。まあまあいいサイズ捕まえた。でもやっぱね、ザリガニ釣りの醍醐味っつったらあのバカでけえザリガニだよ。あ、俺がやってるのザリガニ釣りじゃなかった。よしよし、取れた。いいね。もう一回挟んどく。こんぐらいでいいだろう。ザリガニはね、赤いやつ以外にも灰色の個体もいるんですけど、これはなんでかっていうと、ザリガニが赤いのは植物性の餌に含まれるアスタキサンチンっていうカロテノイドを取り込むと赤くなるんですけど、アスタキサンチンが含まれてない餌を食べ続けると色が薄いザリガニになったり、あと若い個体だと赤みが薄かったりしますね。脱皮すると真っ赤になったりします。今日はこちらドブの伊勢エビことザリガニで美味しい味噌汁を作ってみたいと思います。で、これを持ち帰るんですけど、どうやらアメリカザリガニが特定外来生物に指定されるとかされないとか今言われてるので、一応この場で締めて持って帰ります。ザリを締める方法はいくつかあるんですけど、お手軽なのはで、こちら炭酸水ですね。バケツにザリガニを入れて炭酸を注ぐだけです。これで二酸化炭素で窒息してすぐ閉まります。残酷ですけどね、これが一番確実っちゃ確実です。ある程度まとめて一気に行えるので結構使われてるみたいですね。炭酸水締めはほぼ閉まりました。今回泥抜きできないので料理酒入れてきます。料理酒で臭み消しですね。まあ気持ちです。2日目です。昨日あの後ね、お酒につけたまま冷凍庫にぶっこんどいたんですけど、朝にね、コンビニの前に座って鬼殺し飲んでるおじさんの息の香りがします。洗います。意外とね、ザリガニって出汁が取れないので、あんまり水を入れすぎるとね、薄くなっちゃいます。だからこのぐらいかな、ひたひたぐらいで。足りなくなってきたら途中で足しましょう。置いて、着火。ザリガニは寄生虫爆弾なので、冷凍して大半死んでるかもしれないんですけど、最低でも10分間茹でていきます。取ってきたザリガニを水槽で観察するとね、甲羅の表面でピコ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 って寄生虫が泳いでるのが目に見えるぐらいもううじゃうじゃいるんですよ、寄生虫が。体の中にもね、いるので、絶対に生焼けで食べないでください。前紹介したウェステルマン肺吸虫っていうのもここに入ってるんで、肺吸虫症になってしまいます。マジでやばいので、それだけは回避してください。やばい、めっちゃいい香りがする。モクズガニを茹でてる時の香りだ。全く一緒だ。1ミリも臭くね。こんなにいい匂いしたかな。酒につけたのが良かったのかな。驚き桃の木山椒の木ですね。じゃあ10分茹でたので火を消しまして。おー、うまそう。そしてこの色わかります？ちょっと濁ってるじゃないですか。これが出汁っすね。ザリ出汁。このままの状態の汁を飲んでみます。お、甲殻類だな。結構伊勢海老味なんですけど、まだ出汁出そうなんで、もうちょっと茹でてみます。よし。もういいだろ。結構限界まで茹でました。もう一回いただきます。
おー、うまっ。これはフランス人も食べるわ。具材のネギを切っていきます。適当でいいんですけど、ネギを入れるとね、多少臭みが軽減されるのもあるので、ネギを入れていきます。伊勢海老の汁ってよく青いネギ入ってるじゃないですか。あれの要領で、これは完全にサムネ映えのためです。着火して、ネギを入れていく。あっちんだよ、こら。これでまた煮立たせますね。完全に伊勢海老だ。ドブの伊勢海老は俺の冗談じゃなくて、本当に伊勢海老の香りするんですよ。お味噌を入れていきます。どんぐらいだろう。この味噌汁だからこんなもんかな。しょっぱいかな、こんなに入れたら。よし、いい感じ。じゃあ移していきます。で、ザリンコを、ここに打点高めにネギを入れていきます。めっちゃいい香りする。じゃあいただきます。旅館でこれ出てくるよ、マジで。俺の味覚と嗅覚を信用できないって人がいるんですけどね。自分味覚と嗅覚バカに鋭いんですよ。だから言ってることはね、ほぼ当たってると思うんですけど、この味噌汁は伊勢海老です。じゃあいただきます。うまっ。伊勢海老汁の若干甘い感じとかも完全再現されてます。すげえ出汁効いてる。こんなにうまく作れたの初めて。何が良かったの？お酒につけたのがやっぱ良かったんですかね。あとこのネギもうまいわ。じゃあ身食べていきましょうか。身はですね、グリンってして、プリって取れるんで、殻剥いていきます。この横からペリって剥けるのって、これうまくやると、尻尾をキュッて引っ張ると、失敗した。これでちょっとね、綿がついてくるので、うまくピョって抜ければね、苦味がなくていいです。別にここについてるだけなんで、チュチュチュって取れるんですけど、ザリガニの身ですね。いただきます。うまっ。食感はエビなんですけど、エビよりカニに近い風味があるんですよね。カニ寄りのエビ？これはうまい。意外とでかいやつでも可食部が少ないのがザリガニなので、身をたくさん使う料理の場合はちょっと多めに取っていくといいかもしれないですね。マヨネーズつけたらどうなんの？こちら、マヨネーズじゃない。こちら、エビじゃない。こちら、ザリガニです。前、手長エビにマヨネーズつけたらバカうまかったんで、マヨネーズどうなんだろう、ザリガニは。いただきます。やば。どうしてこんなにうめえんだろう、この水路にいるエビが。あんまり食うとこないですけど、爪の中にも筋肉詰まってるので、普通のカニみたいに食べられます。砕いて、甲殻類、補脚類取り出し器具を使えば美味しく食べられます。カニスプーンですけどね。今回は箸で食べましょうか。うまい。腕はまんまカニですね。ちょっと味噌ついてました。味噌も喋ってみます。味噌くせえ。あれだ。しじみの味がする。しじみの味だと思って食えばうまいけど、泥だからな、この味絶対。カニ寄りのエビでした。ごちそうさまでした。